現在世界には約3000人以上の億万長者が存在する。その合計資産は16兆1000億ドルと言われ、2024年に発表されたレポートによると、世界トップ5人の大富豪の資産総額は2020年以降の短い期間で2倍に増加。一方、全世界で50億人が同期間中に以前より貧しくなり、格差がどんどん開いていく現代社会。そんな世界中で格差が開いていく中、世界で最も成人1人当たりの平均資産額が高い。つまり世界で最も国民一人一人が裕福な国が存在する。スイスは世界的に見ても個人資産が10億ドルを超える億万長者の多い国として知られ、人口8万人あたり1人の億万長者の密度が世界で3番目に高い国とされている。そしてそんなスイスの奥地には世界中の億万長者や政治家、権力者たちが集う隠された楽園、世界一裕福な街が存在すると言われている。今回はどうしてスイスに世界中の富裕層が集うのか、そして世界で最も高価な街と呼ばれる億万長者たちの楽園とはどのような場所なのか、その実態を見てみました。まさに富裕層天国ですよね。はい、皆さん What's up? バッパー翔太でございます。現在はスイス北東部に位置する国内最大の都市チューリッヒに来ております。前回の動画でですね、世界で最も完璧な国スイスの内情をね詳しく話してるんで、先にそっちを見てほしいんですけど、今回は聞いた話によると、スイス南西部には億万長者のための世界一裕福な街があるとのことで、今回はその実態を見に行きたいなと思います。はい、今回はですね eSIM サービスを提供しているトリファさんからの動画提供ということで紹介させてください。今までね海外でネットを使うとなると、レンタル Wi-Fi とか、現地のね SIM カードを購入するのが定番だったんですけど、設定にも手間がかかったり、自分の SIM カードをねなくすリスクもあったんですけど、 eSIM ならね、そんな心配一切なくいける。今回ね紹介させてもらうトリファさんは、海外向けの eSIM サービスで、世界200以上の国や地域に対応、使いたい日数やねデータの容量を自分で選べて、無駄なく使えてコスパがいい。僕はね今回スイスだけの滞在なんですけど、スイスの他に近隣の国フランスやドイツ、複数の国を回る人向けのプランもあるんで、eSIMもですね国ごとに買わなくていいんでめっちゃ便利です。事前にねアプリをダウンロードしておけば、現地に着いた瞬間からネットが使え、僕的にはシンプルで迷わずね eSIM の設定ができました。しかも日本の会社なんで、日本語で24時間365日チャットサービスも対応してくれるみたいなんで、英語はちょっと苦手っていう人も、使えるかなっていう感じです。プラスね自分のスマホが eSIM 対応なのか分からへんっていう時も、アプリ内にですねその携帯が eSIM 対応なのかって確認できる機能もあるんで、買ってからですね、いやこの携帯 eSIM 対応じゃなかったっていうミスも防げます。詳しくはね概要欄にクーポンコードとリンクを載せてるんで、皆さんぜひチェックイットアウトしてみてください。ということで Back to the video。スイスになぜ富裕層が集まってくるのかというと、いくつかの理由があるみたいで、第一に揺るぎない安定性ってことで、永世中立国として知られているスイスは政治や経済が極めて安定し、通貨であるスイスフランも非常に強いことから資産を守る上で大きな安心感につながっているみたいです。第2に税制ってことで、スイスの州ごとに異なる税制はとても柔軟で、個人と法人の両方に低い税率が適用され、特に金融資産の売却益は課税されないことや、相続税や贈与税がほとんど免除される州もあり、富を築く上で有利な環境だと言われているみたいです。最後に徹底された資産保護ってことで、歴史的に顧客のプライバシーを重んじてきた銀行業界が富裕層の資産をしっかり守っていると。スイスは富の保全という目的のもと、強力な通貨とビジネス環境、そして法制度を整え、さらにはスイスの銀行は税金対策や遺産計画などのサービスを行い、安定した資産保全環境を提供しているため、世界中の富裕層がスイスに引きつけられているみたいです。実際にアメリカでは経済が不安定になるたびにスイスに資産を移す動きが見られ、近年ではトランプ大統領の再選により政治的不確実性を受けて、スイスの銀行に口座を開設しようとするアメリカ人の数が急増したとも言われているみたいです。
さて着きました。ここが世界で最も裕福な街と呼ばれるグシュタードでございます。見てください、この独特な建物と高級ブランド店がずらりと並んでるわ。なんか雰囲気超独特。なんか裕福な街と聞いてるだけあって、なんか高級な木のいい香りがするんですよね。スイス南西部に位置するグシュタードは冬には美しい超高級スキーリゾートとして人気があり、マドンナ、デザイナーのバレンティーノ・カラバーニ、元国連事務総長のコフィ・アナンなど著名人が頻繁にこの街を訪れるなど、セレブが集まる億万長者の遊び場と呼ばれているみたいです。さて、まずやってきたのが人生初のエルメスのお店っていうことで、高級な服や靴が並んでますね。いや、でも僕の服装のせいなのか、すっごく足元を見られるんですよね。そんなエルメスにあるこの黄色のお財布はなんと70万円。そしてこのスピーカーも売られてるとのことで、お値段なんと450万円。誰が使うねん。そして光り輝くこの時計は約630万円。さらになんかこれ首にかけるチェーンみたいな感じなんですけど、チェーンの値段がなんと約670万円です。どうなってんねん。さて、ここがですね、プラダのお店なんですけど、ブランド品が並んでおります。で、ここにあるのが世界で2つだけしかないハンドメイドのクロコダイルのカバンっていうことで、お値段なんと日本円にして約720万円でございます。で、ロレックスのお店なんですけど、見てください。店の前に置いてある時計でさえ500万超えでございます。店内一体どんだけ高価なものが売ってるんでしょうか。いや、もうちょっと怖くて入られんわ。まさに富裕層天国ですよね。その他にもですね、いろんなブランドの店がずらーっと並んでるんで、僕個人的にあんまりブランド興味ないんで、興味ある方は最高かもしれんね。数多くの高級ブランド店の他に、グシュタードがいかにセレブたちのための街なのかが分かるお店もね、点在しています。ここはですね、アート店で、いろんなね、面白いものが置いてあるんですけど、値段がセレブ級です。このカラフルなピクチャーなんですけど、個人的に大好きなんですけど、お値段約160万円とのことみたいで、その横にあるこのカラフルなゴリラは値段なんと約950万円と、その他にもですね、この赤い虎みたいな置物、お値段約800万円。そしてこの店で現在一番高いのがこの青い虎ということで、お値段約1500万円とのことみたいです。聞いた話によると、セレブの人たちが自分たちの家に置くものであったり、お土産として、購入される方が多いみたいです。さて、やってきたのがグスタードのお土産屋さんでございます。ここのお店はですね、お土産屋さんなんですけど、見てください。お値段、ボールペン一番高いのが約2000フランっていうことで、33万。これとんでもないですね。僕が買えるのはこの冷蔵庫に貼るマグネットぐらいですかね。その他ね、安いのもあったりはするんですけど、びっくりしました。ボールペンのお値段。グシュタードでの贅沢体験は高級ファッションやアートだけにとどまらず、食料品店すらも超高級と聞いたので、ちょっとスーパーにも行ってみたいなと思います。店内が開いた感じ、なんかすごい質の高い感じがしますね。高級スーパーみたいな、そんな感じですね。ちょっといろんなもの見てみますか。店内見た感じですね、野菜とかもめちゃくちゃ新鮮そうですね。見てください。このトマトもめっちゃ光り輝いております。赤い形しております。その他フルーツもですね、すごい新鮮で、お肉も見てください。皆さんめっちゃ新鮮そうですね。やっぱり前にチューリッヒで行ったスーパーよりお値段はちょっと高いなっていう印象なんですけど、なんか裕福な街っていうだけで洗脳されてるんから、めちゃくちゃ美味しそうなものばっかり売ってるな。もうピザもですね、10.10 フランのピザがあったりですね、あとこれエビ325フランですよ。
卵もですね、これ6個入りで 8.5 フランということで、グスタードさんの卵です。ここにはトリュフ、フォアグラと並んで世界三大珍味の一つ、キャビアもありますね。そう、初めてキャビアいただくっていうことで、ちょっといただきます。人生初ですよ、もう緊張するわ。いただきます。わお。わお。結構しょっぱいねんね。しょっぱさやけど食感はいくらみたいな感じ。なんとこれ 50g で299フランということでなくなったんですけど、美味しい。さて下にはワインとかお酒コーナーもあるんで、ちょっと覗いてみますか。なんかもう値段見たらちょっと感覚がおかしくなりそうです。これ木で囲われてるって感じ。開けられへんのか。430です、このワイン。この辺にあるやつも1本2万円超えばかりですね。これはワインですか、シャンパン。2690ですよ。やば。この黒いのは1本3290です。やば。さて皆さん見てください。ここなんかはプライベートジェット店なんかもあります。誰が使うねん、セレブのためのものか。ウェブサイトを見てみたらですね、プライベートジェット1時間あたり約43万から175万円であったり、緊急用にね使われたりするみたいなんですけど、その他高級車のレンタル、特注の旅行手配とかもしてるみたいで、それ以外にでもですね、グシュタードでできるサービス系も高級すぎるわ。いやー、遊び方が豪快ですね。いや、まさにセレブのための VIP アクティブまみれでございます。いや、45分ヘリコプターアルプス観光で約50万円って、僕逆に50万円やったら国選ばんかったら5ヶ月滞在できる自信あるわ。さて今日は朝から何も食べてないんで、セレブの街のレストランが一体どんなのがあるかちょっと見てみますか。街を歩いてる感じ、ミシュランにね記載されてるお店もたくさんあるっていう印象なんですけど、いやー、どのお店で何を食べようかめっちゃ迷いますね、これ。はい、いろいろ探してみたところ、もうグシュタードは上はキリがないんですけど、一番アフォーダブルなお店にやってまいりました。150年の歴史があるっていうことで、聞いた話によると夜になると特別メニューみたいなのがあって、今あるメニューとはまた違うメニューの料理があるみたいです。でもそれはなんか限定っていうみたいで、ちゃんと予約してちゃんとお金払える人ような感じですね。お昼なんでちょっとでスイスに来たんで、飯だけはうまいもん食いたいということでいただきます。さて皆さん、これが今日のランチです。ごっついな。これで小さい方のサイズですよ。これのもう一個大きいサイズはみたいなんですけど、ということで、スイス産のソーセージ、ロフティですね。これは、1本目の動画でも食べました。いただきます。美味しそうです。いただきます。これはもうほんま絶品です。外はパリなんですけど、中がですね、このソーセージの肉汁が口の中に広がるというね、こんなうまいソーセージ食べたの初めてかもしれない。で、マスタードもやっぱりこれ高級なマスタードなんですかね。美味しい。今回スイス来てから一回も食べ物外れないっていう、もうちょっと高いなって感じるんですけど、普通にスーパーに売っている弁当でさえ満点あげたくなるぐらい質高いです。申し訳ないです。誘惑に負けてビール頼んじゃいましたけど、このソーセージにビール飲まんかったらもう翔太あかんって思って飲みました。でもしかも今ハッピーアワーということで、これで4フランっていうことなんで、普通にチューリッヒよりビールは安いですよ。ここだけかな。ハッピーアワーやからかな。いただきます。ローカルビア。めちゃくちゃうまいわ。セメンタール、ちょっと読み方わかんないですけど、めちゃくちゃ美味しいです。おすすめです、これ。これ。何もかもが超高級な街グシュタード。
過去にはモナコのレーニエ大公などの多くの王族が住んでいた場所とも言われる世界一高級なこの町に住むには一体いくらかかるのか見てみたいなと思います。さてここがですね、町にある不動産屋さんなんですけど、ちょっと値段見てみますか。うわ、すごいな。これ一体いくら？約20何ぼですか、4億円ぐらいですか。でその他にもうわ27億円とかもありますね。やば。で今見た中で値段書いてるので一番安いのが4億円でございます。すげえな。いや、一軒一軒の家の規模やばない？これ2、30人住めるんちゃうんかっていうぐらいの大きさです。で景色もやばい。その他にもオンラインで見てみると454平方メートルのこの家が35億円。このサイトやったら平均でも一軒20億円ぐらいですよ。安くても 5.6 億円。やばいわ。グシュタードの土地の1平方メートルあたりの価格は約3万3000フランから約6万5000フランと世界最高水準。その理由にリーマンショックの不況の時ですら不動産価格が下がらなかった、過去40年間一度も平均価格が下がらなかったという、資産としてのね安定化があるからだそうです。グシュタードが世界で最も高価な場所の一つになっている理由はいくつかあるらしく、その一つに美しすぎる大自然に囲まれていること、そしてもう一つに開発制限による景観保全とプライバシーを守る街づくりが進められていることで、安全で静かな隠れ家として富裕層やセレブから大人気だそうです。さて皆さん見てください、この大自然。空気気持ちよすぎるやろ。現在標高 3000m 超えっていうことで、今はね夏なんで雪あんまりないですけど、冬はスキー場ってことで世界中からのねスキー愛好家が来るみたいです。いやー、この大自然高級すぎるやろ。ちなみにですね、リフト1回上がるだけで往復90フランと約1万5000円。さすが高級な街。でもですね、僕みたいに電車でグスタードまで来た人は割引で半額で45フラン。まさに最高級の贅沢を大満喫するにはもってこいのグシュタードには世界で最も学費の高い学校もあるそうです。はい、ということでここがですね、世界一学費の高い学校ということで、年間学費約2000万円だそうです。でも予想とは違ってですね、めっちゃ高級な感じじゃなく古い感じで、味がある建物って感じですかね。でもこの教室から見える景色がこれでございます。億万長者です。いや、この景色夏でこれなんで冬もやばそうですね。今聞いた話によるとですね、ここはですね1880年代に設立された王の学校と呼ばれるル・ロゼ学院の冬のキャンパスだそうです。ここではね、勉強だけではなくアート、文化、スポーツなどで感性を磨いたり、救助訓練などのスキルも磨けるプログラムや、起業家と出会うプログラムもあるみたいで、充実した設備の学校で少人数の生徒数で先生から学べるシステムになっているそうです。とはいえ年間学費2000万円の教育ってどんな感じなんやろ。気になりません皆さん。王の学校の冬季キャンパスがあるように、グシュタードは19世紀末から裕福な貴族や上流階級が避暑やスキーのために訪れる高級リゾート地だった。そして現在に至ってもグシュタードには世界各国の王族を含めた著名人が頻繁に滞在する超高級ホテルもある。さて今からですね、実際にグシュパードパレスっていうね最も高いホテルに行ってみたいんですけど、過去にはですね世界各国の著名人、さらにはイギリスの王族までもがね滞在した高級ホテル。今回は滞在してみますと言いたいところなんですけど、値段がいかつすぎますということで、聞いた話によるとお金払うと、中の施設は楽しめたりするみたいなんですけど、でも決まりがあって、ちゃんとした服装、シャツと長ズボンとあと靴ですね。でもちょっと靴心配やな。普通に汚いランニングシューズみたいな感じに、シャツもですねちょっとしわくちゃなんですけど、大丈夫かな、いけるかな。ちょっと行ってみたいなと思います。
さてホテルの中に入ってきたんですけど、まるで異世界、どこかの王国のお城にいるみたいな感覚ですね。そして通路を歩いてると数多くの高級な品がこれ売られてるんですかね。でも聞いた話によると、ここに展示されているので一番高いのが1億円以上、一番安いものでも約1300万円ほどらしいです。やばいですね。さて皆さん、この靴でも入れました。いやもう入ってきた瞬間ですね、あまりにもちょっと気まずすぎて、ビール頼んじゃいました。でビールのお値段がなんと11フランっていうことで、他のところでちょっと高めですけど、いやもうほんま入った瞬間もうお城みたいな感じで、もう別世界すぎてなんか逆に降りづらいっていう僕なんかで施設とかね使えるみたいなの使おうと思ってたんですけど、なんか1日パスしかなくて、1日パスが朝の8時から夜の8時までで100フランということで、今の時間が6時半ぐらいなんで、あと1時間半にさすがに100フランはきついなということで、ちょっと気まずくてビール頼んでおります。いただきます。でもビールも最高や。いやおつまみもかなり高級そうですね。おつまみ高級。何これ、チーズの味するんやけど初めて食べる感じやな。ちょっとしょっぱいチーズの味やけど、レベルがちゃうわ、うまい。はい、皆さんトイレも非常にファンシーになります。男子トイレなんですけど、トイレも非常にファンシー。ちなみにお部屋の値段はグレードやね、シーズンによって様々みたいなんですけど、一番安いコージールームで1泊23万円、最高グレードは1泊約180万円と、そして聞いた話によると招待制年間費用が約83万円以上の王族、起業家、芸術家、セレブが集まる会員制のソーシャルクラブのイベントも毎年グシュタードパレスで行われているみたいで、まさにお金持ち専用最高級ホテルって感じですね。今回ね、このホテルでの滞在は値段的にちょっときついんで、今回は僕街の中心地付近で一番安いホテルに滞在しようと思います。はい、ここがですね、今回滞在する宿でございます。中心地付近で一番安いホテルで、なんとお値段1泊約4万円ということで、一体どうなってんのこの街。でもですね、スイスっぽい建物と、あと内装もですね、個人的には大好きです。いやもう僕には十分すぎます。グシュタードパレスでの滞在はさすがに高すぎてできないものの、せっかくなのでレストランで料理だけでもいただきたいなと思うんですけど、メニュー見てみると食べたことない食べ物ばかりですね。いやもうあまりにも格の差が違いすぎて、もう全然慣れてないせいか、もう何頼んでいいかも全然わからなくて、結局メニューを見て決まらなくて15分とか20分ぐらい経って、でウェイターの人もめっちゃくちゃサービスやばいです。めちゃくちゃすごいです。で優しくしてもらって、結局もう彼のお好みっていうことで頼んで、多分このナイフが来てるんで多分お肉じゃないんかなとは思うんですけど、いや難しいわ、全然慣れてないから初めて来たんで、こうやってなんかパンとかもいただいたんですけど、もうテンパってもって何が美味しいのかわからなくて、おすすめでお願いしますって言ってしまいました。全然慣れてへんわとりあえず水からいただきます。わあ、もう水もなんか美味しい感じがするわ。さて皆さん、やってまいりました。おすすめって言ったんですけど、これ何ですか？結構肉は小さいですね。その上に乗っている黒いの何？プラス白いやつもなんなんやろな、これチーズと肉みたいな感じですかね。匂いはでもすっごい美味しそうですね。初めての感覚。黒いやつほんまなんなんやろ。皆さんわかります？この黒いやつ初めて見るな。食べてみますか。わお、すごい初めて食べる食感やなこれ。純粋に美味しいとしか言えないんですけど、なんなんやろこの味。使いにく。
全然慣れてへん。いただきます。うわ、これはめちゃくちゃうまいわ。やば。値段の影響で美味しいって言ってるわけじゃないんですよ。めっちゃ美味しいわ。筋が入ってるとか全然ないですけど、ちょっとなんですかね、日本で食べる和牛とかより固めなんですけど、これぐらいの歯ごたえと、これぐらいのお肉やからこそ合うこの上のものみたいな。あとソースみたいな。バリうまいな。こんな感じですね。目の前でなんか料理してくれるパンとかもありますね。すごいね。あれが最も高級なやつなんでしょうかね。いやー、皆さん、さっきですね、この上の白い部分と黒い部分なんかわからんかって聞いてみたんです。これ何なんですか？チーズですかって聞いたら、申し訳ないです。笑われました。ちゃんとこの白い部分はフォアグラだそうです。で、その上の黒いのは黒トリュフだそうです。いや、だからこんなに美味しかったんか。はい、ということで9時半になってもこの明るさでございます。今回グスタードでめちゃめちゃ新しいの挑戦させていただきました。試食のキャビア、それからフォアグラ、それからトリュフ、最高でございます。いやでもちょっと恥ずかしかったな。フォアグラとチーズさすがに間違えたらあかんやろ。何このクリーミーなチーズ何なんですかって聞いてしまいました。恥ずかしい。待ってな感じでおやすみ。さて昨日はですね、ちょっと出費しすぎたっていうことで、あと2日グスタードあるんで、ちょっと調べてたら、中心街から離れたところには、スイスの、ちょっと安いぐらいの値段があるんで、まずね、そっち移動してみたいと。さすが世界一高級な街、一般人には中心街に長期で滞在させないという高級さ。はい、今日と明日はここのねホステルに滞在したいなと思います。街中からね30分ぐらい離れてるんですけど、1人、共用部屋で1泊1万円でございます。いや全然綺麗し、これぐらいの値段で泊まれるのは最高ですね。さすがスイスで、昨日帰ってからグスタードで安価で楽しめる方法はないのかなって調べてたら、結構安価でも楽しめる方法はありそうなんで、今日からねちょっと節約気味で楽しんでみようかなと思います。富裕層御用達の高級スーパーとは対照的に、僕たちに身近なスーパーマーケットもちゃんと存在している。いや10フラン以下の食べ物、うわ久々やな見る。どれしようかな。これも美味しそうやし、このパスタもかなり美味しそうやね。こういうサンドイッチ系もかなり安いですね。10フラン以下で8フランとか7フランで、ちなみに日本食もいっぱいあるんですけど、寿司これで 15.95。 やっぱり寿司は高いな。でこれが 19.95 です。さすがスイス、雪がない夏にはですね何もできないかなと思ってたんですけど、スイスには無料で味わえるこの壮大な自然がある。この空気の美味しさと自然はどんな高級なものより美味しいですわ。スイス最高や。ということで今回はスイスにある世界で最も高級な街からでございます。アディオス。